こんにちは、シャマクロです。今回は画像生成 AI であるステーブルディフュージョンを無料で使うためのセットアップ方法を紹介します。セットアップする環境はオートマチック1111という方が公開している WebUI を使ったものです。2022年の8月にステーブルディフュージョンがオープンソースとして公開されてから画像生成 AI の話題をよく聞くようになりました。ですが、ローカル環境で動かすためには GPU を積んだハイスペックな PC が必要なので、生成環境を構築するハードルが高く、興味はあっても手を出せない人も多いと思います。以前は Google コラボというツールでクラウド上に環境構築すれば無料で使えたのですが、ユーザー数の増加に伴い稼働費の負担が大きくなったようで、無料で GPU を使うことはできなくなってしまいました。サイトにアクセスするだけで画像生成ができるサービスもありますが、この動画ではやっぱり自分で環境を構築してみたいという方に向けて、無料ツールを使って環境構築する方法を紹介します。では、今回紹介する内容の概要を説明します。はじめに生成環境についての全体像を説明しますが、少し長くなると思います。そんなことより実際の環境構築方法を早く知りたいという方は、チャプターから飛ばしてみてもらえればと思います。環境構築に必要なツールは4つ。政治メーカーは Amazon が機械学習のために提供している開発環境であり、Google コラボの代わりとなるツールです。GPU の使用可能時間は1日最大で4時間という制限はあるものの、クラウド上に画像生成の環境を構築することができます。WebUI はオートマチック1111氏が公開しているツールです。もともとはステーブルディフュージョンはコマンドライン上で実行するしかありませんでした。それを Web ブラウザ上で UI を操作しながら扱えるようにしたものです。非常に開発が早く、様々な拡張機能も使えるのが特徴であり、ステーブルディフュージョンを WebUI で使う場合のデファクトスタンダードとも言えるツールです。ハギングフェイスは AI や機械学習で使うファイルを公開できる GitHub のようなサイトです。数ギガバイトにもなる学習モデルやデータセットを公開できるのが特徴で、画像生成 AI のモデルも多く公開されています。エングロックは PC 上で稼働している Web サーバーを外部公開できるサービスです。政治メーカーで起動した WebUI の URL を生成し、ブラウザからアクセスできるようになります。WebUI は機能が豊富な分、直接起動すると動作の安定性に欠けることがあるので、今回はエングロックを使う方法を紹介します。つまり、これら4つのツールを使った生成環境の全体像としては、まず、政治メーカーを使ってクラウド上に GPU の実行環境を立ち上げます。次はその実行環境の中に WebUI のリポジトリをコピーします。ハギングフェイスから使いたい画像生成のモデルをダウンロードしたら WebUI のリポジトリの中に配置します。ここまで準備できたらエングロック経由で WebUI を起動します。政治メーカー、ハギングフェイス、エングロックの3つはアカウント作成が必要なので、後で手順を説明しますね。全体像を把握しておくと、以降の説明で何をしているのかが理解しやすいと思います。では、この全体像を踏まえて、各ツールを準備していきましょう。はじめに、政治メーカーのアカウントを作成しましょう。まず、リクエスト、フリー、アカウントをクリックします。フォームにメールアドレスと名前などの情報を入力していきます。メールアドレス以外は適当に入力して大丈夫だと思います。入力が完了したら、サブミット、リクエストをクリックします。この画面が表示されたら、入力したアドレスに確認用メールが届きます。メールを開いたら、Verify Your E-mail というボタンをクリックしましょう。自動でページが切り替わり、E メール、ベリフィケーションと表示されたら申請完了です。アカウント作成の審査には数日かかると思います。私の場合は申請から3日後に審査完了のメールが届きましたが、混み具合によって前後するかもしれません。審査完了のメールが届いたら、クリエイト、アカウントをクリックしてユーザー名とパスワードを決めます。入力して送信したら、また確認用メールが届きます。Verify Your E メール
のボタンをクリックしたらアカウント作成は完了です。次はハギングフェイスのアカウントを作成しましょう。サインアップをクリックしたらメールアドレスとパスワードを入力して次に進みます。ユーザー名を入力して利用規約のチェックをオンにしてからクリエイトアカウントをクリックします。入力したアドレスに確認用メールが届くのでリンクをクリックすれば OK です。ハギングフェイスのアカウント作成はこれで完了です。このままハギングフェイスのアクセストークンを取得しておきましょう。サインインしたら自分のアイコンからセッティングのページを開きます。アクセストークンタブを開いてニュートークンをクリック。適当に名前をつけてリードのまま作成します。後の作業でこのアクセストークンを使います。コピーして分かりやすいところにメモしておくことをおすすめします。もう一つエンブロックのアカウントも作成しましょう。こちらもメールアドレスで登録できますが、より簡単に登録したい場合は Google アカウントを流用するのがおすすめです。サインアップ with Google をクリックして登録したい Google アカウントを選択してください。利用規約のチェックをオンにしてからクリエイトアカウントをクリックすればアカウント作成は完了です。すると2段階認証の設定を求められます。安全のため設定しておくといいでしょう。ですがここでは一旦スキップします。エンブロックのアクセストークンも後で使うので先に取得しておきます。サインインしたら YourOS トークンタブを開いてください。ここに表示されているのがアクセストークンです。コピーして分かりやすいところにメモしておいてください。ここからは政治メーカーでの作業です。サインインするとマイプロジェクトと表示されていると思います。ここには実行環境のステータスや使用可能なセッションの残り時間が表示されています。残り時間は24時間ごとにリセットされるものの、手動でセッションを切らないと計測は停止しません。使い終わったら必ず手動でセッションを切ることを心がけましょう。タイプを GPU に変更したらスタートランタイムをクリックします。最初の1回だけ電話番号での認証が必要になるので注意してください。その後に表示される簡単なパズルを解いたら実行環境が立ち上がるまで待ちます。立ち上がるまでは30秒くらいかかるかもしれません。オープンプロジェクトをクリックするとプロジェクトページが開きます。ではステーブルディフュージョンを動かすための環境を構築していきましょう。今回は推奨環境である Python 3.106 の仮想環境を用意します。まずファイルから新しくターミナルを開きます。一応デフォルトでインストールされている Python のバージョンを確認してみましょう。このコマンドを入力するとデフォルトでは Python 3.916 がインストールされていることが分かりました。Python 3.106 の仮想環境を作るにはこのコマンドを入力します。ここでは例として MyEnv という環境名で仮想環境を作ります。今回の推奨バージョンは 3.106 ですが、数字を書き換えれば異なるバージョンのインストールも可能です。実行すると必要なパッケージのインストールが開始します。少し時間がかかると思うのでこの間に補足情報を伝えておきます。政治メーカーではアナコンダというデータサイエンスに特化したプラットフォーム上で Jupyter ラボの UI が用いられています。今回紹介する手順以外の操作をしたい場合はアナコンダや Jupyter ラボについて調べると目的の情報にたどり着けるかもしれません。では新しく作った仮想環境に移動します。一度どのような仮想環境があるか確認した後、作成した仮想環境をアクティベートしましょう。仮想環境の中に移動したら
改めて Python のバージョンを確認してみます。先ほどと同じようにコマンドを入力すると問題なく 3.106 がインストールできていることが分かりました。次は IPy カーネルをインストールします。これが完了すると政治メーカーのランチャーから作成した仮想環境を選択できるようになります。完了したら一度ページを更新しましょう。新しいランチャーを開いてみると作成した仮想環境が表示されていますね。次はこの仮想環境を使ってステーブルディフュージョンを実行するための準備をしていきます。ここからはスクリプトファイルを作成してプログラムを書いていきます。今回紹介するプログラムはサンプルとして GitHub にも置いておきます。概要欄のリンクからアクセスできるのでぜひ参考にしてください。適当な名前でファイルを新規作成したら実行環境を確認してみましょう。プログラムはセルを選択してから実行ボタンを押すことでセルごとに実行できます。実行環境に搭載されている GPU はこの部分に表示されます。では WebUI のリポジトリをクローンしてその中のディレクトリに移動します。リポジトリがコピーされ新しくフォルダが作成されましたね。次にハギングフェイスのアクセストークンを設定します。さっきコピーしておいたアクセストークンをこの部分に貼り付けてから実行すれば設定できます。ちなみに皆さんのアクセストークンは他人に知られないようにしましょう。私は後でアクセストークンをリセットするのでこのまま説明しますね。次はモデルファイルをダウンロードします。モデルはハギングフェイスでいくつも公開されておりそれぞれで特徴が異なるので好みのモデルを探すのも楽しいです。ここではサンプルとしてこのモデルを使わせてもらいます。モデルはモデルズステーブルディフュージョンフォルダの中にダウンロードします。モデルはチェックポイントまたはセーフテンサーズという拡張子のファイルです。セーフテンサーズファイルの方がセキュリティが高いためより安心して使えます。モデル1つで数ギガバイトのファイルサイズになるのでダウンロードには少し時間がかかるかもしれません。ダウンロードが完了してフォルダにモデルファイルが配置されましたね。モデルをダウンロードできたら WebUI の起動に必要なパッケージをインストールします。インストールは数分かかると思いますが気長に待ちましょう。EXISTING と表示されたらパッケージのインストールは完了です。ここまでの準備は長かったと思いますがこれで WebUI を起動する準備は OK です。 WebUI を起動するためにコピーしておいた N ブロックのアクセストークンを引数に設定します。その他セキュリティの面からグレイディオのパスワードも引数で設定することをお勧めします。では実行してみましょう。あれ、モジュールが見つからないためにエラーが表示されました。WebUI は頻繁にアップデートしており、起動時のエラーに悩まされることも多いです。エラーについて調べたら、このモジュールをインポートしている2つのファイルを書き換えれば良さそうだと分かりました。コメント通り、ディストリビューテッドの部分をランク0に書き換えました。気を取り直してもう一度実行してみましょう。あれれ、別のエラーが表示されました。このエラーを解決するには libglib というモジュールをインストールすれば良さそうです。ターミナルから libglib をインストールします。このエラー、動画にしている通り、結果的に libglib モジュールをインストールしたら解決したのですが、実はなぜエラーを解決できたのか理解できていません。もし理由がわかる方がいたらコメントで教えてもらえたら嬉しいです。では、改めて実行してみます。またうまくいきませんでした。今度はモデルの読み込み時にアトリビュートエラーというエラーが出ています。どうやらこれは Pydantic というモジュールのバージョンが原因のようです。
コメント通りバージョンを指定してモジュールをインストールし直します。次こそはちゃんと起動できるかな。ではもう一度実行します。これは成功です。リンクが2つ表示されるのですが、今回の方法ではエンブロック経由である上の URL から WebUI にアクセスします。ビジットサイトから WebUI を読み込み、引数で設定した ID とパスワードを入力してログインします。 ID とパスワードはもちろん他の人に知られないように注意してくださいね。これで WebUI が起動できました。試しに画像生成を1枚やってみましょう。ダウンロードしたモデルのページにプロンプトのサンプルがあったので、これを使います。プロンプトを入力して画像サイズやサンプラーなどもサンプルを参考に設定しました。ジェネレートボタンをクリックすると画像生成が始まります。進捗はノートブックの方に表示されていて 100% になれば生成完了です。 WebUI の方には生成した画像が表示されています。あとは画像生成を楽しむだけです。使い終わったら政治メーカーのランタイムを停止するのを忘れないようにしましょう。今回は政治メーカーとエンブロックを使って無料でステーブルディフュージョンを動かす方法を解説しました。かなり長くなってしまいましたが、一度セットアップすれば次回以降は WebUI の起動セルだけ実行すれば OK になります。画像生成 AI で遊ぶのは楽しいので、ぜひ皆さんも触ってみてください。なお、今回も WebUI の起動時にエラーが何度も出たように、アップデートや環境が変わるたびにエラーが出る可能性があります。それっぽい解決方法を見つけては試して送り返しているので、私もまだ専門的な部分まで理解できていないと思います。もし今回紹介した内容で間違いの指摘や質問などがあれば、私としても勉強になると思います。その場合はぜひコメントで教えてください。以上、シャマプロがお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。